秋になるともみじ鯛と呼ばれる、脂が乗っかってきた美味しいと言われる鯛なんですね、明石の。その鯛を仲買さんに買ってもらうんですけど、一緒で中から太った人間でいうとメタボリックな脂も少し乗ってるような鯛を買わしていただくことで、そしてその鯛を現地で生きている状態で血抜きをして神経締めして送ってもらうことで、うちでの処理が楽になるというか、時間も伸びる、そして血も抜いてもらうので身もきれいなっていうのが素晴らしい特徴じゃないかなと思ってます。処理していただいたことの、きれいな身の時は生で使うんですけども、そこから私は寝かせることが素晴らしくできるという特徴があると思っていて、血を抜いていただくことによって腐敗に向かうスピードをかなり遅らせることができるので、塩締めをして、それからうちでだいたい4日ぐらい置いてから使います。この同じ鯛でも火を入れたりするときには少し塩をして、これは3日ぐらい寝かしてから軽く蒸したりすると皮も非常に柔らかくなって美味しくなったりするという、やっぱり明石の鯛の一番の特徴は神経締めと血抜きで、そこをすることによって僕たちが魚のうまみを引き出すのをコントロールできるっていうのが最大の利点じゃないかなと思っています。この料理は明石からその来た鯛を塩締めして、それから昆布締めすることによって鯛のうまみをグッと上げて、3番の包丁を今日使わせていただきましたが、鯛をおろすのに、スムーズに入りやすかったという印象がありますね。切れ味もいいと思うんですけど、先端の方が薄かったりするので、骨に吸い付くような感じがあったので非常に使いやすかったと思います。それから中骨を外すのも、綺麗に骨の間にスムーズに入った印象がすごくありますので、無駄な力なく下ろせたような気がします。それからあと2番の包丁、今日は小さいものを切るのに使いますけど、もしかしたら小魚使ったりおろしたりするのに非常に便利な長さと切れ味の良さの包丁なんじゃないかなと。でそこに今日は合わせたのはマッシュルームのソースを中にタルタルの中に一緒に入れて、でさらに上にはそのマッシュルームをスライスした柔らかいマッシュルームの味わいと、とっても今までの違うのが清掃がきれいにできるというのが素晴らしい。切れ味もさることながらやっぱり全て外せて洗えるところが今までのとは違うので、とっても衛生的で今の時代に合ってるんじゃないかなと思います。マッシュルームなんかも薄くスライスするのを本当にきれいにできるので、とっても便利だなと感じております。柔らかいマッシュルームの味わいと、そこに対比を持ってくるのに食感のあるじゃがいも、紫色のじゃがいもを加えて、ピーラーを使わせていただいて薄くスムーズに剥けるところが素晴らしいなと思って、今うち1個あるんですけど、みんな取り合いになるぐらいの感じで、レモンの皮を薄くスライスというか剥きたい時なんかに、従来のピーラーだと少し、白い皮が多くつくところがミシュラスのピーラーでやるとあまりつかないので、仕事の手間が少し省けているのが素晴らしい。で紫の対比でドライトマト、それから上に爽やかさを足すのと緑色を加えたかったので、ライムの軽快な感じを足した。でグレタも取り外しができるのと、用途によって変えられるっていうのはすごく便利なものじゃないかなと思うね。今までだと用途で違うのを何個も用意しておかなきゃいけなかったものを一つのもので取り外しできて、それからスムーズに今日もライムのテストをやってみましたけど、綺麗にポロポロっと落ちるのですごくいいかなと。そして最後にオリーブオイルでまとめた料理になっております。